こんにちは、きなこスペシャリストのせいこです。今日はいつも見てくださってる皆さんにお知らせをしようと思いまして撮ってみています。ちょっと外が暗くてかなり暗いんですけどごめんなさいでもお伝えします。今私はこのチャンネルの大きなリニューアルを考えています。そんな話をしようと思いました。なので今までのチャンネルが第1章だとしたら第2章を始めたいみたいな気持ちでいるってことをお話ししようと思いましたので聞いてください私は2020年の8月にこのチャンネルを始めて、約2年半やってるわけなんですね。でずっときなこのことにフォーカスして特化してやってきました。とにかくきなこのことを再認識してほしいとか、いろんなきなこの味あるよとか、こんな食べ方あるんだよ、餅だけじゃないよ、地域性もあるよ、全然違うよっていうことを伝えたくて、でこんなに栄養が満点で、しかもこんなに安価な、そんな魔法な食べ物ないのにみたいな感じでずっときなこきなこってやってきました。そしてそのきなこのこともそうだし、きなこのことを探求する私っていうのも見せてきたと思うんですね。いろいろやりましたできなこのパックを作ってみたり、いろんな実験をしたんですけど、きなこでアベノマスクを染めてみたり、もうね見せられないようないろんな実験もしました。歌を作ってみたり、歌に乗せてみたりとかしたんですけど、やってよかったけど傍から見てよく分かんなかったと思うんですよ分かりづらかったと思う。求めてもないことをやってる人だったからね。でなんかアプローチの仕方が違うんだろうなっていうのを考えていて、2022年去年は試行錯誤をしました、自分の話をやってみたりやりました。でも、試行錯誤しました。やめようと思ったこともやめたいと思ったことも一回もないけど、これじゃないんだろうなっていうのをずっと感じながら今までやってきたんですね。でやっぱり人の役に立つ、何か人の励ますような、励みになるようなチャンネルにしたいっていうのを思っていて、で今そういうものをしたいなと思ってるんです。で今一つのアイディアがあるので、それをちょっと皆さんにシェアして終わりにしたいと思うんですけど、今私が考えてるのは、若返りを前面に出したチャンネルにリニューアルしようかなと思ってます。アンチエイジングですね。なんできなこで若くいられるんですよ。で私はそうだと思ってるし、実際自分はそうだと思ってるんですね。自分はねどう見えてるかわからないけども、やっぱり私いい年だけど相当きなこを食べていて、その老化に抗えてるんじゃないのかなって思うんですね。で今40歳だけど自宅で持ってるオムロの体組成計は27歳とか28歳を毎月指すし、白髪も、全然ないですし、美容も疎いし、ほとんど手入れしてないんですよ。本当に化粧水とあとワセリンを塗ってなんとかしのいでるんだけど、それでもそんなにシワシワボコボコとかになっていないのは、やっぱりきなこによるところは大きいんじゃないのかなっていうふうに思ってるんですよ。でこれが他の人の助けとか何かになるんだったら、そっちを大きく出していった方がいいんじゃないのかなっていうふうに今思ってるんですね。でなんかきなこってどうしてもタンパク質、プロテインとか、あとイソフラボンで女性ホルモンの似たような働きをっていうのもフォーカスされますけど、食物繊維もやっぱり多いし、食物繊維があると血糖値が上がりづらくなるし、そうすると体が糖化しづらくなるんですよ。糖化っていうのは取りすぎちゃった糖と体の中にあるタンパク質が結合して老化物質を作っちゃって細胞をなんか老けさせちゃう、そういう物質を作るんですよね。それをなるべく予防することができるからっていうのが大きいのかなって思うんですよね。なので若くなるっていうのを前面に出したものに今しようかなっていうふうに考
考えてます。でどんな風にしようかなっていうのはまだまだ考えきれてないので、もしかしたら少し時間かかるかもしれないけど、ちょっとねリニューアルをどんどんしていこうかなというふうに思ってます。なので今私は過去の動画を結構消したり非表示にしたりしてます。ということでそんな報告でした。少しだからちょっとまた更新が、一回止まるけどまた動き出したいと思ってます。で自分の中で今少しアイディアもあるんですよ。でそれを皆さんに聞いてもらえたらいいのかなと思ってて、ちょっと生配信を今度しようかなと思ってます。今度日曜日22日日曜日の20時に生配信をしようと思っていて、今こういうアイディアがありますっていうのを皆さんに聞いてもらって意見をもらえたらいいなって思っています。何せねこのチャンネルは私本当に一人でやっているので、企画から、こんな風に撮影から演者からで編集からアップロードして分析も自分でやっているので、自分一人のよがったそういう思考でしかできないから、やっぱり制限があると思うんですよね。なんでもしよかったら意見とかコメントとかいただけるとすごく励みになります。なくても私はやり続けるけど信じてるので、私はきなこの力を本当に信じてるし、ダメだと思ったらやめるんでね、だからやるけど、でも言葉は力になるんですよ。だから私も力のあるものを届けたいなと思ってます。ということで今日は終わりにしますね。なので、今度の日曜日8時の予定です。ご参加いただいてお話できればいいなと思ってます。ということで今日はやめますね真っ暗でごめんなさいね。ということで、今日やめます。また聞いてください。よろしくお願いします。またね、バイバイ。